真夏に撮影した水着の写真を簡単に真冬に変換してしまう Google ナノバナナ。カモ南蛮の図解をしてと言ったらこんな感じで図解もしてくれるんですけれども、本当にこれは使える機能なんでしょうか、使えない機能なんでしょうか。今回は話題になっているテクニックを紹介しながら、使える機能、使えない機能をはっきりさせていきたいと思います。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。前回好評だった Google AI スタジオのナノバナナ、今回はこちらを触っていきたいと思います。最近こういう AI っていろいろ出てきてますし、情報が多すぎて追いつけないとか、結局何ができるのかよくわからない、使ってみたけどうまくいかなかった、こんな風に思っている方も多いんじゃないでしょうか。それはもう実際その通りで、本当は使えないんだけれども動画映えするから使われているテクニックとか紹介されているテクニックが存在したりします。そこで今回この動画ではナノバナナを使って10個のテクニックを徹底的に検証していきたいと思います。 AI が本当に得意な使えるテクニックと、実はまだ実用レベルではない使えないテクニックが存在します。そのテクニックをこの動画で検証していって、今は何ができて何ができないのかをはっきりさせていきたいと思っています。では早速やっていきましょう。このチャンネルでは楽しくわかりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。はい、それではこちらが Google AI スタジオということで、ここからナノバナナを使うことができます。 Google のアカウントがあれば使えますんで、ぜひやってみてください。ここにトライナノバナナとありますんで、ここをクリックしてナノバナナを使っていきたいと思います。では早速やってみたいと思います。オブジェクトの追加では、オブジェクトの追加を試してみたいと思います。今回はこちらの画像を使って手のひらの上にホログラムのようなグラフを浮かべてみたいと思います。こうした近未来的なインフォグラフィックスのような合成も AI なら簡単に作ることができます。ではやってみたいと思います。画像をドラッグ&ドロップしまして、プロンプトを入力します。で、プロンプトがこちらです。現時点ではまだ日本語で入力するより英語で書いた方が精度が高くなるようですんで、英語でプロンプトを入力しました。一回私が入力したい内容を日本語で書いて、それを AI に翻訳してもらうみたいな作り方になっています。で、ここに何が書かれているかというと、彼女の手の上にホログラム風の 3D データチャートを浮かべてくださいということで書かれています。全体がやや暗くなってホログラムがふわーっと光っているみたいな、そんなようなプロンプトを作成しています。で、生成するとどうなるでしょう。こんな感じになりますね。なるほど。で、大きな画像で比較してみると、こちらが元の画像で、こちらが加工を加えたものになります。かなり近未来的な変更をすることができますね。ここが光源になっていて、顔がちゃんとその光源の影響を受けている、実際にそういう風な作りになっていて面白いですよね。こういった技術を使えばより未来的な資料を作ることも可能かもしれません。反射を消す。写真に写り込んでしまったガラスの反射などを背景になじませながら綺麗に消してしまうことが AI でできます。今回反射を取り除くのがこちらです。メガネのここの部分ですね。この反射がいい味を出しているとも言えるんですけれども、ちょっと反射が邪魔になってしまった場合、この反射を削除するような形でやってみたいと思います。画像をドラッグ&ドロップでアップロードしまして、プロンプトを入力していきます。メガネに映り込んでいる反射を全て取り除いてください。自然でクリアな表情が見えるようにお願いします。というようなことを書かれています。生成するとどうでしょう。はい。少し反射は残りましたけれども、かなり表情はクリアになったかなと。これはこれでいいのかなっていう気もします。比較してみるとこんな感じで
変更されました。自然な感じで反射が軽減されているって感じですね。完全に除去するとまではいきませんでしたけれども、瞳がこことかはもう白飛びして見えなくなっている、ディティールが失われてしまっている部分なので、それを生成することができているっていうのがすごいことかなというふうに思います。肌の質感は少し失われてしまっているような気はしますけれどね。ということで、反射を消すでした。服装の変更。続いて色合いの変更とか、そういったものをナノバナナでやってみたいと思います。Photoshop で色を変更しようとした時、非常に難しい素材っていうのが存在するんですけれども、それがですね、こういう白い服。Photoshop でね、こういう白い服の変更って結構難しいんですよね。その境界線が曖昧だったりして、どこからどこまでが服なのかが分かんなくなってしまうっていうのが難しい理由の一つと、あと色自体にそのサイドが入っていないことで色合い自体の変更もしにくいっていうのが Photoshop では結構難しい方に入る色の編集になります。それがナノバナナでどれぐらいの精度でできるのかやってみたいと思います。でこちらもドラッグ&ドロップで入れまして貼り付けますと、この女性が着ている白衣を黒衣に変更してくださいということでやってみたいと思います。おー、すごいすごいすごい綺麗にいきましたね。ちょっと比較してみたいと思います。これが元々の画像で、こちらがナノバナナで編集した画像ということで、綺麗に黒衣になりましたね。この辺とかね、この腕のあたりとか白が曖昧で難しそうかなっていうイメージはあったんですけれども、かなり自然な形で黒衣に変更できました。なおこの黒衣に関してはレザーに変えてくださいといえばレザーに変わったり、コートのような厚手のウールに変えてくださいといえばウールに変わります。すごい面白いですよね。テキストの変更。続いて紹介するのが、写真に写っている看板などの文字を自然な形でそっくり入れ替えるテクニックです。元のデザインやフォントの雰囲気を保ったまま編集できるということなんですが、どれぐらいの精度でいけるでしょうか。試していきたいと思います。試そうと思っている素材がこちらです。歌舞伎町の画像なんですが、この歌舞伎町一番街の部分、ここをカムロ町天下一通りに変更してくださいというプロンプトやってみたいと思います。ちなみにこの名前はゲームの龍が如くで登場した街の名前です。うまくいくでしょうか。で、先ほどと同じくこちらにドラッグ&ドロップで画像を登録して英語でプロンプトを入力していきます。このプロンプトには何が書かれているかというと、この画像の中心にある歌舞伎町一番街と書かれた看板の文字をカムロ町天下一通りに変更してくださいというふうに書かれています。で文字の看板のデザインやフォントスタイルは維持するということでやってみたいと思いますが、これがね日本語の指示なんでちょっと難しいかもしれないんですけれども、やってみたいと思うんですが、なるほど、漢字間違えてますけど、でも雰囲気はだいぶいいですね。でビフォーアフターを比べるとこんな感じになります。その元のフォントを維持しているっていう気持ちはわかるかなって感じですかね。その文字の雰囲気はねすごく似ているとは思いますが、ちょっとやっぱり文字はまだ AI も苦手かなというところではあります。なお文字を変更する場合はアルファベットであればかなりの精度で変更することができます。やはり日本語ってどうも言語の壁があってなかなか文字がうまく生成できないみたいなんですよね。表情の変更。ナノバナナでは人間の表情だけではなく動物の表情まで変更することができます。元の素材を生かしつつもっと魅力的な一枚に変更することができます。で早速やってみたいと思うんですが、今回使おうと思っている画像がこちらです。こちらの猫の画像、これを使って表情だったりポーズだったりを変更していきたいと思います。で画像をドラッグ&ドロップして
でプロンプトを入力します。猫のポーズや背景は変えずに目だけを開けてくださいというような内容で生成してみたいと思います。いいですね。こんな感じで目だけ開けてくれるようになりました。面白いですね。じゃあそのままカメラ目線になってくださいというプロンプト。はいはいはい。口を小さく開けて笑っているような表情にしてくださいというプロンプト。本当に小さく開けました。だいぶだるそうですけどね。そのままもっと大きな笑顔になってください。腕を伸ばして大きくあくびをしてください。カメラに向かって猫パンチ。ということでこちらの画像ですけれども、目を開けてカメラ目線になって、口を開けて大きくあくび、猫パンチみたいな、こんな感じでですね、意外と動物でもうまく動かしたりすることができます。続いてカメラアングルの変更。写真に写っていない部分まで AI が想像をして、まるで別アングルから撮ったような画像を作り出すことができます。このテクニックでは、こちらの農家の男性、この画像を使って別アングルを作成してみたいと思います。画像をドラッグ&ドロップしてプロンプトを入力。この画像の視点を被写体から30メートル後ろに引いた広角の風景に変更してくださいというような内容になっています。で、画像を生成してみます。はい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 。いい感じですね。もう少し別アングルも作ってみたいと思います。ドローンから撮影したような10メートル上からの画像を生成してみてください。ということで、やってみるとどうなるでしょう。いいですね。こんな感じで出来上がりました。野菜の内容物もあってそうな気がします。ちょっと比較してみたいと思います。元々の画像がこちらですけれども、30メートル後ろから引いて撮影した画像がこちらです。30メートル後ろかと言われるとちょっと微妙かもしれませんけれども、後ろのビニールハウスとか、この辺がなんかしっかり再現されてますし、木の数なんかも合ってるかなっていう感じです。すごいですね。で、それを上空から撮影したもの、ドローンの撮影です。野菜の内容なんかも合ってますし、ドローンから撮影しているような感じに撮れていますよね。男性の顔がちょっと微妙に違う人のように見えなくもないですが、かなりいい感じに撮れているんではないでしょうか。時間帯の変更。画像全体の光の感じや雰囲気を調整して写真を撮った時間帯を変更することができます。昼を夜に、夜を昼に、ラナルータのようにガラッと変えることができます。ではこちらの画像使ってみたいと思います。私行ったことないんですけれども、静岡の浅間神社の画像です。時間帯を変えて夕暮れにしてみたいと思います。画像をドラッグ&ドロップして時間帯を夕暮れに変えてくださいというような内容になっています。はいはいはい、こんな感じで夕暮れになりました。じゃあ次夜行ってみましょうか。ではそのまま夜に変えてください。建物が少しライトアップされて提灯が灯るようなプロンプトになっています。いいですね。はい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 、いい感じです。ということで最初の画像がこちらでしたけれども、それが夕暮れになり最終的に夜になるというような形でですね、なかなか綺麗に時間帯が変わっていく感じが面白いですね。で、夜になるとこんな感じになりますと、綺麗に編集できているなというふうに感じました。ちなみにこちらの画像、時間を変えてネオンを消してという風なプロンプトを入力すると消灯した画像を作成することもできます。面白いですよね。ここのビルがどっか行っちゃったんですけれど、こんな風にネオンが消灯した画像を生成することもできるっていうことなんですね。インフォグラフィックの作成。続いてインフォグラフィックの作成をやってみたいと思います。写真の内容を AI が読み取って料理のレシピや製品、パーツの説明などをいろいろ付け加えてくれるという使い方です。要するに写真を図解してくれるような機能です。で、今回はこのカモ南蛮
を使ってこれを図解してみてもらいたいなと思っています。イメージとしては本当にここに鴨肉があってネギがあってみたいな話になると思うんですけれども、一体どんな感じになるでしょうか。やってみたいと思います。鴨南蛮をこちらにドラッグ&ドロップして英語でプロンプトを入力していきます。でこの英語に何が書かれているかというと、この鴨南蛮そばの画像を鴨肉、ネギ、三つ葉、そば、だし汁などなどそれぞれを指示し、簡単な説明を入れてくださいというようなことが書かれています。でやってみたいと思いますが、どうなるでしょう。おー、出来上がってきてますね。図解の位置がでもおかしいかな。ダックミートって書いてある。カモ、ダックミートカモって書いてあるけど、ちょっとそばが刺されていたりして、まあちょっと一回日本語訳してみましょうか。このまま説明文を日本語にしてとかやってみましょうか。これも日本語で入力してみます。今度は画像とかなしでそのまんまやってもらう形ですけれども、どうでしょうかね。ちょっとできてるところとできてないところとある。で日本語もなんかちょっと怪しい。英語だったらちゃんと解説できてるのかちょっと翻訳して試してみたいと思いますが、ではこちらの画像が本当にうまく翻訳できているのか Google レンズで翻訳してみました。それがこちらです。ちょっと鴨肉がなんかちょっとおかしな位置に指さされてますね。豊かなタンパク質を薄切りにしましたとかって食欲そそる解説ではないですけどね。でそばヌードル肉刺してますね。これもちょっと間違ってます。なおこの図解をするインフォグラフィックに関しては特に鴨南蛮だから悪かったというわけではないようです。英語圏でメジャーなハンバーガーを図解させても、ハンバーグのことをケチャップと言ってみたりとか、レタスのことをマヨネーズと言ってみたりするので、話題にしやすくって面白いとは思うんですが、実用レベルでは使えないテクニックのようです。季節の変更。ナノバナナでは写真の季節感を全く別のものに変更することもできます。 AI が文脈を理解して季節を変更してくれるっていうことなんですね。で今回変更する画像がこちらです。夏の海辺の画像です。これを冬の画像に変更していきたいと思います。画像をドラッグ&ドロップしてプロンプトを入力していきます。この画像を女性はそのままに背景を雪原に変更してくださいというようなことが書かれています。でしばらく待つとどうなるでしょう。おー、寒そうですね。いいですね。寒そう。実際にこんなことやらせたらかわいそうですけれども、 AI ならではの使い方って感じですよね。ということで比較画像がこちらです。真夏の画像を真冬の画像にそのまま変更してしまうことが可能になっています。このままではかわいそうすぎるので、洋服を着せてあげることも可能です。画像への書き込みで直接指示をする。これまでプロンプトを使った文章のみで指示を出してきましたけれども、画像に直接書いた線やマークを AI が理解をして直接変更することができます。未来を感じるテクニックですよね。で今回やってみたいのがこちらです。こちらの撮影風景の画像、これを使っていきたいんだけれども、やっぱりこのカメラマンだったりこのトレーナーだったりが不要になってしまったというところで、不要な部分を削除していきたいと思います。ではこことここは不要ということで×をつけました。保存した画像をそれではアップロードしていきたいと思います。×ついてますよね。でプロンプトがこちらです。赤い×印がマークされているオブジェクトを削除してくださいということで、何を削除してくださいとは言わずに×の部分を削除してくださいとだけ言っています。で出来上がったのがこちらです。綺麗に消えてますね。いいですね。もともとここにいたカメラマンとスウェットに
×を書いて、×の部分を消してくださいというと直感的に変更することができます。ちなみに綺麗になったこちらの画像から、さらに建物に×をつけて、海を生成してくださいというと、こんな感じで海辺の画像になります。これもまた面白いですよね。はい、ということで今回はナノバナナの使えるテクニックと使えないテクニックを検証してきました。使えるテクニック、本当にすごいですよね。服の色を自然に変えたり、質感を変えたり、写真を別アングルから再構成したりと AI のクオリティ高くなってきていますよね。一方でまだ使えないテクニックというのもはっきりしました。例えばカモ南蛮でやったインフォグラフィックスなんかは、その見た目とかはすごいんですけれども、やはりまだ少し精度が低いですし、日本語の看板になると誤字なども目立つようで、言語の壁がまだまだ存在しているように感じました。これらは AI 特有のハルシネーション、いわゆる嘘をつく現象が画像生成にもあるような状態で、鵜呑みにせずに私たちの目でチェックするのが必要のようです。うまく付き合えばクオリティが上がるというよりかは、これからはクオリティを上げるために嫌でも使っていかなければいけないと思いますので、これからも定期的に発信していきたいなというふうに思っています。興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。いろいろ紹介してきましたけれども、あのテクニックが面白かった、このテクニックがすごかったという感想があれば、ぜひコメント欄の方で教えてください。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。